うぽあおー。皆さんこんばんは。本日もあつ森実況やっていきますよ。というわけで今回は、スイッチ2発売までに島を完成させたいから、島クリをやります。フリー素材の画像が全然島クリっぽくないんだけど、工事をするということが伝われば問題ないぜ。初めて見る方に説明しておくと、今現在石禁止でレンガな街を作ってる最中なんだぜ。そしてなんとネタ切れ中なのよね。ネタ切れだけど作るしかないんだ。マリサさんいいコメントを見つけてきたのだ。次の島クリで楽器や、レコードショップ作ってほしい。実にいいコメントだな。確かに。でもレコードショップだけじゃな。じゃあたぬき商店も飾ってほしいだなも。よしそれも採用しようじゃないか。期待してるだなも。まあたぬきちの期待に添えられるかわからないが、ただいまの工事の進み具合はこんな感じ。今回の工事はこの辺にレコードショップとたぬき商店を飾ろうじゃないか。確かこの辺りはまだ工事してないんじゃなかったっけ？そうそう広さが中途半端だから放置中なんだが、このまま放置しておくと後で後悔することになりそうだな。というわけで先に手前から工事だ。放置して後悔？それもう少し早く気づいてればちゃんと宿題をやる子になれたのにね。宿題をやらなかったことは後悔してないぞ。そうね後悔しても時計の針は元には戻らないものね。その話はさておきひとまず前回作ったレンガの道を延長。前回作ったカフェテラスの動画をまだ見てない人は説明欄のリンクからご覧くださいなのだ。ではここの道の手前の工事をするんだが、ネタ切れ状態なのにちゃんと飾り付けできるの？まあなんとかなるから安心してくれよな。わかった困った時に作る何かが出てきそうね。そうなのであまり大きな期待は禁物だぜ。とりあえず縦に伸びる道を塗ったから、先に階段工事の依頼を。マリサさんここは当然。島のテーマがレンガな街だからレンガの階段に決まってるじゃんよ。それはそうと結構なペースで階段の工事を依頼してるけど後のこと考えてる？そんなの考えてるわけないぜ。やっぱりそうなのね。ではサクッと前デザインを塗ってしまうぞ。こうして見ると余ってる土地、そこそこ広いような気がするわね。そう言われてみるとそうかも。でもこの真ん中の道を挟んで下側はすぐ砂浜だから結構狭いんだよな。じゃあ砂浜と合わせて飾るのなんかが良さそうね。もちろんそうするつもりだったぜ。本当に？砂浜を飾るのが苦手なのに？なのでお楽しみに。前デザインを塗ったので必要なアイテムを注文だな。まさかトラックを注文だなも。もうこの時点で何を作るのか分かっちゃったかな？わかるわけないわよ。そしてこの DJ ブースも買っておくぞ。なるほどレコードショップに関連する何かを作るつもりなのね。さすがレイムだ。そんなに褒められるほどのことでもないと思うけどね。あとはパリピの喜びそうな家具も注文。あ、困った時のスクーターをもう注文してる。まずはここにトラックを置いてだな。リサイクルボックスから回収してきた段ボールをポケットに詰め込んでと。段ボールどんだけ持ってるの？数えきれないくらいだ。なるほど数えるのが面倒なのね。ってことでレイムの好きな段ボールの山を4つ DIY するぞ。マリサも好きよね。こんな感じの可愛い野菜の箱にリメイクできるから私も大好きだぜ。野菜の段ボールにリメイク？野菜はパリピとはあんまり関係ないような。レイム何を勘違いしてるんだ？トラックは移動式の八百屋さんを作るために注文したんだぜ。なるほど DJ ブースは道を挟んで下に飾るつもりなのね。ああそうだぜ。やっぱり段ボールの山は最高だな。それでは次、八百屋さんといえばこの家具。別に屋台がなくても八百屋さんは作れると思うけどね。ここはマイデザイン枠を温存するためにグリーンストライプにリメイクだぜ。すでにレンガの道のマイデザインをいっぱいお借りしてるから枠は大事に使いたいわよね。そして屋台の両サイドには適当なフルーツを植えるぞ。何を植えるのかは特にこだわりはないのね。それでは次屋台に置く小物を DIY だ。八百屋さんといえば野菜のバスケットよね。このレシピ手に入れるのに苦労したからいっぱい作って飾りたいところだが。だからといって野菜のバスケットばかり並べるのはね。安心してくれちゃんと色々用意するからな。料理だけじゃなくて美味しそうな小物って結構あるわよね。せっかく作ったフルーツウォーターサーバーが屋台に乗らないからこれを作るぜ。初めからアイアンワークテーブルを作るつもりだったんでしょ？当然だぜ。この左側には収納に余ってた面白い家具を乗せておくぞ。なんだっけ？壊れたラジオだっけ？壊れそうなだけで壊れてはいないぜ。あとは大人気家具の木箱と段ボールを適当に。ちなみに全部激アツのフルーツ柄だぜ。何が激アツなのか全くわからないわ。まだ少し飾り付けが物足りないからハロウィンなタワーを2つ作ってと。まあ可愛い家具なんだけど、屋台の外側に裏向けでおけば。これで移動式の八百屋さんは完成ね。せっかくだからこの奥にサクランボを植えておくぜ。なんでサクランボなの？在庫が少ないから増やそうと思ってだな。ちゃんと理由があって驚きだわ。ではこの狭いスペースの飾り付けを。やっとこさ DJ ブースの登場ね。ここは狭いからちょろっと家具を置くだけなんだが、でも派手に飾りたいからフレームマシンをこの辺りに置いてだな。炎の色が違うわよ。収納に入ってたのと買ったのは別物だったか。どうするかは後で考えるとしてとりあえず先にバブルマシンを DJ ブースの両サイドに設置。あ、カーニバルなガーランド久しぶりに見たかも。カーニバル家具は売らずに取っておいてよかったぜ。家具はこんなもんで OK かな。あとはフレームマシンのリメイクね。ちょっとその前に左右対称になるように足のみを植えておく
くぞ。南国風パリピな場所になりそうな予感ね。よいしょっと。火柱の色は特にこだわりはないからどれでもいいんだが、あまり使ったことないイエローにしてみようかな。激アツの赤とか言うと思ってたんだけど、最近の赤はよく外れるからそれほど熱くないんだ。あっそ。あとはヤシの木が育ってくれるのを待つだけだぜ。じゃあこの周りの砂浜を飾らなくっちゃね。砂浜を飾るところを見たい人がいないと思うから撮影以外で飾っておくぜ。砂浜から逃げるつもりね。そうそうスクーターを飾り忘れてた。そしてこの十字路に飾る家具も注文しておかないとな。毎度おなじみの木漏れ日広場の飾りね。続いてたぬき商店の飾り付けだ。ここが前回作ったカフェテラスの左側ね。たぬき商店は特別にこの橋の下の水辺の旗に移設しようじゃないか。何が特別なのかよくわからないんですが、レイムさんは何もわかってないだなも。何がよ。橋の下ということは階段が必須。なのでまたレンガの階段を作ってもらえるだなも。なるほどそれは特別ね。まあ私ならそんな無駄なことやらないけど、無駄とか言わないで。それでは例によってレンガの階段と、お店の移設をお願いだぜ。はい、喜んで。レンガの階段は右の崖から一マス離して設置。そしてたぬき商店は、マリサたぬき地印が一マス足りてないけど、たぬき商店が横7マスなのをすっかり忘れてたぜ。でもこのままで大丈夫。大丈夫じゃない気がするのは私だけ？たぬき商店前が水辺だからやっぱりこれが必要だよな。ヨットだなも。さすがマリサさん。でも橋の下だから高級車を置くのは無理じゃね？しょぼーん。西部の街並みがいくつか必要だから今日も匠ライフへ。また余計なものを衝動買いしてる。余計なものじゃないもんね。西部の街並みはとりあえず2つで、それと植物パーテーションを飾りたい気分だから3つ買っておこう。むしろ飾りたくない気分の時があるのか知りたいわ。次の日。家具を飾る前にまずはウッドデッキのマイデザインを貼っておくぜ。こりゃまたマイデザイン枠の節約のために前回のカフェテラスを作った時に、お借りしたマイデザインを使うのね。節約ではなくて統一感を出すために同じマイデザインを使ってるんだぞ。ああはいはいわかりました。塗り尽くしちゃったけどまたフルーツの木を植えたいからマイデザインを消し消し。木を植えられると島栗の幅が広がるわよね。レイムは前回の木を植えられない島栗、相当苦労してたもんな。あれは本当に木のありがたみのわかる島栗だったわ。気になる人は過去動画を見てほしいのだ。さてさてお待ちかねのヨットを設置だぜ。これ待ってた人ってたぬきち以外いるのかしらね。レイムさん、僕のファンって結構多いだなも。アンチコメントをよく見かけるんですが、ファンの方もアンチの方もここでグッドボタンを押すだなも。それじゃあアンケートにならないでしょうが。はぁは、バレただなも。たぬきちの評判はさておき注文した家具を並べていくぜ。植物パーテーションはそこに置くの？なんだかありきたりね。ありきたりなのが一番なんだぜ。出たマリサのありがたいお言葉。植物パーテーションの奥には久しぶりにこの家具を飾ってみるか。ナチュラルなスクエアテーブルは私も最近使ってないかも。当然チェアもセットで DIY だぜ。みんなは使ってるのかな？使ってる方はコメントではいはい使ってるよって手を挙げてくれよな。もしいっぱいいたらどうする？もしいっぱいいたら私たちが時代についていけてないってことになるから、これからナチュラルシリーズをどんどん取り入れていくようにするぜ。リメイクカラーも豊富だからいいかもしれないけど、ナチュラルシリーズで島を埋め尽くすのだけはやめなさいよね。気に入るといっぱい使いたくなる癖気をつけるぜ。たぬき商店は木が成長したら完成だな。さていよいよレコードショップを作るお時間だぜ。ここの奥にレコードショップを作るんでしょ？かなり大きなレコードショップができそうね。かなり大きなレコードショップは作るのが難しいからまた別のお店も作っちゃおうかな。常にネタ切れなのに別のお店を作れるの？レイムさん助けて。無理でーす。まあいいや、レコードショップを作ってる時に何か思いつくことにかけよう。レンガの壁を使うの今回のシリーズ初めてかな？存在を忘れてたわけじゃないんだからね。こりゃ完全に忘れてたな。レンガの壁の隙間のマイデザインを消してと。これは白いプルメリアを植えるフラグかな？正解です。本当は生垣を建てたいんだけどな。生垣の材料に石が含まれるから使用禁止なのよね。それではレコードショップの地面に貼るマイデザインをお借りしてと。レンガの道を作ったクリエイターさんのマイデザインね。こりゃ統一感もバッチリだぜ。ちなみにただいまレコードショップの広さを考えずにマイデザインを塗ってるからな。もしかして適当ってこと？おっと奥にポンチョさんのお家があるから移設しないといけないぜ。それでは必要な家具を注文しておくか。この中世の街並みで建物を作るつもりかな？あれがいっぱい必要だからサブ住民を召喚。あれってカウンターテーブルのことだったのね。最近家具の名前が思い出せなくってな。大丈夫？疲れてるのかな？それとサブ住民を呼んだのはお買い物してもらうだけじゃなくてだな。実はミュージックをいっぱい預けてるから収納から取り出すためでもあるんだぜ。まさかこれが役に立つ時が来るとはね。ではでは今日もお世話になります。また買い物だけ買って思われてるわよ。どう思われようと平気だぜ。残念店内に欲しいものなし。ターンテーブルっていう家具があったと思うんだけど。どうやらカタログに載ってないみたいね。カタログに載ってないのなら仕方がない。ここで超必殺技を使うか。超必殺技？アミーボカードでターンテーブルを選択できる住民さんを召喚だ。ジョッキーさん。サクッと別荘を作ってと。珍しく仕事してるけど仕事とは呼べないわね。これでターンテーブルを注文できるわけだぜ。新しくカタログに追加されたアイテムは印が出るの知らなかった。あとはレジも買っておくぞ。
まずはカウンターテーブルから並べていくぞ。あ、イエロー&ブラックにリメイクしてきたわね。レンガのままだと目立たないと思ってリメイクしてみたが、これはこれで良さそうじゃね？かっこつけてちょっとずらしておいたな。まあリアルなお店だとこうはならんよな。並べるミュージックは適当にチョイスだ。好きなジャケットとかないの？ケケアイドルのジャケットはやっぱ可愛いぜ。もう少しミュージックを飾りたいからカウンターテーブルを半マス奥に動かしてと。そのアイアンウッドローテーブルの上に乗せるのね。これちょっと横幅が狭いからミュージックを2つ置くとはみ出しそうなので、上に乗せられるのは1つだけだな。確かにはみ出すのは不格好だものね。崖工事のシーンはバッサリカット。ここにはターンテーブルとポータブルレコードプレイヤーを。右側にはタヌキチリメイクのレコードボックスを乗せておくぞ。かなり景観が損なわれたわよ。なんですと？確かにタヌキチの顔が目立って仕方ないな。これぐらい主張してもいいと思うだなも。何かいい方法がないか後で考えるとして。それにしても中世の街並みの並べ方下手すぎ。よし綺麗に3つ並んだぜ。さっき買ったレジを置くための屋台に貼る前デザインが欲しいんだけど。めちゃくちゃおしゃれじゃないの。実際に貼っておいてみた。完璧ね。それではレジとミュージックを並べてと。屋台横のスペースはどうするの？第3の島の収納に楽器がいっぱい余ってたから運び出してきたぜ。そういえば昔楽器屋さんを作ってたわね。すぐに閉店しちゃったけどな。それでギターの並べ方なんだが、また適当なんでしょ？特にこだわりはないからな。でもこちらを向くように並べるぜ。ギターを裏向けて並べるやつがどこにおんねん。よしこれでレコードショップは大方出来上がりだぜ。上の段にもおまけで屋台を設置しておくぞ。おまけですって？丸い街灯が収納に余ってたからこことここに設置。あとは正面に柵を立てないとね。柵はちょっと邪魔だからパーテーションポールを注文だ。確かにパーテーションポールは柵代わりの家具としては優秀よね。匠ライフでは西部の街並みと、シンプルなパネルも買っておくぞ。シンプルなパネル？どこで使うのかな？パーテーションポールはここと、右側にも置いてと。やっぱりパーテーションポールはいい感じね。西部の街並みは建物横に置くぜ。両サイドの柵はレンガの壁を一マスごとに立てて。また白いプルメリアを植えてる。あとは白いプルメリアが咲くまでお楽しみに。まだまだ先じゃないの。さあいよいよ今回のクライマックス。クライマックス？目的はレコードショップを作ることだったから。まあエクストララウンドなんだけどな。なのでレコードショップに貼ったのと同じマイデザインを地面に塗っていくぜ。ではパーゴラを2つここに並べまして。また建物を作るパターンかな？なのでマイデザインを追加ダウンロードだ。今回は先にお借りしたいのを見つけていたのね。このレンガの窓のマイデザインずっと使いたかったんだよな。お借りしたマイデザインはシンプルなパネルに貼って。その白いドアのマイデザインは前回お借りしたやつね。これだけで小さな建物ができるんだから紙マイデザインに感謝だぜ。右のカフェと似たような構成にしたいからここに果物を植えるぜ。果物は安定の適当セレクションね。入り口には当然こちら。ウェディングのアーチいくつ持ってるのよ。これでもうストック切れだな。さて飾る家具がないから注文だ。そういえば何のお店なのか聞いてなかったわね。このエレガントなミラーを見てわからないか？その点外付きカウンターを見ても何も思い浮かばないわ。そうか。正解は洋服屋さんだぜ。エレガントなミラーでわかるわけないわ。足りない分は今日もまた匠ライフでお買い物だぞ。カウンターの上にレジと英字新聞リメイクの紙袋を置いてと。紙袋なんて持ってたのね。マイデザインを貼れるいいアイテムだよな。お店の中は服の陳列シェルフ系の家具を並べるだけの簡単なお仕事。簡単なお仕事ならそれなりの工夫をしてほしいところね。わかった今から考えるからちょっと待ってくれ。さあみんな何が飛び出すのか期待してね。ちょっとレイムハードルを上げないでくれ。できる工夫はあまり使ってない家具を使うことかな。ヴィンテージなチェストは確かにあまり使ったことないわね。まあアクセサリースタンドはよく使うけど、洋服屋さんのレジでおなじみの商品棚も注文だぜ。島村とかに行くとお会計の時にお菓子買っちゃうわよね。そして匠ライフでは福山さんを注文だ。福山さん？ヴィンテージなチェストはここに置いて、よっこいしょ。そこの上にアクセサリースタンドを並べるわけね。アクセサリースタンドもうちょい明るいのにすればよかったかな。そうね、あまり目立たないものね。服の山はリメイクすると可愛くなるぜ。マイデザインを貼るのもありよね。シェルフの L の上には髪飾りを乗せておくか。仕上げにパーテーションポールを柵代わりに立てると。これで洋服屋さんの完成ね。その場の思いつきで作ったけど我ながら大満足だぜ。というわけで今回作った場所のおさらいを。移動式の八百屋さんは木が育ってからガラリと雰囲気が変わったわね。どうだ？このたぬき商店は、あと4棟3層追加してくれればパーフェクトだなも。パーフェクトなんて必要ないと思うから次行きましょ。洋服屋さんも木が育ってるからさっきよりも緑が多めだな。本当に木の存在感は偉大よね。そう困った時のワンコとお城の門を追加しておいたからな。というわけで島栗の参考にしてもらえると幸いだぜ。たぬきちのマイデザインがやっぱり目立ってる。斜め上からじゃないと見えないように修正しておいたぜ。今回も可愛いファンアートありがとう。そういえば私イースターのレシピコンプリートしてないのよね。イースターなレシピは基本中の基本なんだけどな。なので動画外で集めてくれよな。なるほど動画にするほどのものでもないのね。もう。